つるくんです。今回はメタルアースシリーズの新作が出たのでご紹介していきます。今回ご紹介するのはスターウォーズシリーズからミレニアム・ファルコンですね。こちらの方をご紹介したいと思います。実はメタルアースシリーズでは以前にもミレニアム・ファルコンのキットが出ていたんですが、今回はプレミアムシリーズという少し豪華なキットとなって出てきましたので、こちらの方をご紹介させていただきます。メタルアースって初めて聞く方も多いと思いますが、ペーパークラフトが金属になったような、そんなようなイメージのキットになっています。パッケージの方は正面にミレニアム・ファルコンの写真ですね。ここから少し見えているのが、中の金属パーツになります。裏面には難易度設定が書いてあって、今回は中くらいですかね。そのぐらいの難易度になってます。あとはいろんなメタルアースシリーズが過去に出ているんですが、以前にですね、こちらボバフェットの抽選についてはご紹介しているので、興味のある方は見てみてください。では早速開封の方をしたいと思います。ちなみにパッケージの方は紙でできています。したがってこちらの上の方をですね、ハサミで切っていくような形になります。はい、それではオープン。このような形で金属のシートが中に入っています。プレミアムシリーズはこういう風に塗装が初めからしてあって、組み立てただけで見栄えがするようになっています。1枚2枚ですね。それから小さい板が3枚4枚と4枚組のキットになっています。マニュアルはこんな風に分割されていて、今回のマニュアルはこちらの3枚の方で構成されています。基本的には全部英語の表記になっています。組み立ての説明自体は文字よりは絵で説明されていますので、英語がわからない方でも十分に組み立てられると思います。またメタルアースを組み立てるときにはどうしてもこの金属パーツを切るような道具が必要になってきます。こういった金属を切れるニッパーの方ですね、こういったものが必ず必要になります。どうしても部品を折り曲げる必要があるので、こういった折り曲げるためのものも必要になってきます。それから円筒形のものを作るときにはこういった丸いペンとかでも全然構わないんですが、こういった円筒形のものがあると便利です。あとはタブを折り曲げるときにこういったヘラ関係ですね、こういったものがあるとさらにいいと思います。では早速組み立ての方をしていきたいと思います。こちらのパーツの方には番号が振ってありません。したがってマニュアルの方にですね、このパーツの番号が書いてあるので、それを見ながら切っていくという形になります。ですからまずステップ1ですね。 A の位置を切ると、 A の位置を切って曲げていきますよという形になりますので、こちらの A の位置というのを探して、これが A の位置ですね。向きを合わせながら探していくんですが、 A のパーツはこれになりますので、まずはこのパーツを切っていくことになります。これがプラスチックというところのランナーになりますので、それを切っていく形ですね。この切っていくときに少し部品が曲がったりするんですが、もうそこら辺は気にせずにどんどん切っていきましょう。よっと、これでパーツを切り取ることができました。これをマニュアルを見ながら今度は曲げていくということになります。メタルアースを組み立てていくとこういった細かいパーツが出てくるんですが、こういったものが実は結構あったりして、なかなかですね、折り曲げていくのが大変というか、慎重にやっていかないとなかなかうまくはまらないというのが出てきます。プレミアムシリーズは金属板の方に塗装がしてあるんですが、塗装自体はそれほど強いものではないので、あまり何度も折り曲げているとですね、塗装が剥がれてきてしまうので、そこら辺も注意しながらですね、
こうゆっくりですね曲げていくんですが、こういう曲線的なパーツはですね、こういう丸いペンとか使って、曲げていけば比較的きれいに曲げることができます。こちらの出っ張っている方がタブで、この出っ張っているタブをこの穴に差し込んで曲げるという風に部品を組み立てていきます。ではどんどん作っていきます。先ほどの細かいパーツを組み立てるとこんな形になります。さっきの細かい部品をこちらの台座の方に、差し込んでみました。裏を返すと穴からタブが出ているのがわかると思います。これを内側に曲げることによってこの部品がこちらに固定されるという形になります。めんどくさい時はですね、こうやって爪で折り曲げてしまうというのも一つの手ですので、そこら辺は臨機応変にですねやっていけばいいと思います。こんな形ですね。でこの部品が固定されたという形になります。基本的にランナーの方には番号が振ってないんですが、似たようなパーツがある場合はパーツの裏にですねナンバーが振ってあることがあります。ここら辺も参考にですね組み立てていくといいと思います。こういった部品を固定するときにですね、一つはこういうふうに折り曲げる方法ですね。もう一つはこの部品をひねるという方法があります。掴んでひねるという感じですね。90度を曲げるような形になるんですが、そうするとですね、1枚ものでタブが2つしかない部品もですね、ひねることによってこの部分に固定することができますので、この2つを使い分けて組み立てていくというのを、覚えておいてください。もちろんマニュアルにそのことは書いてありますので、そこら辺もよく注意してですねやった方がいいかと思います。こちらの方が背面の排気口周りのパーツを組み立てたところになります。裏を見るとこのタブの多さで、ある程度わかると思うんですが、ある程度の大きさの中に細かいパーツをくっつけていくっていうのがメタルアースの特徴になってます。こちらなんだかわかりますか？アンテナの方ですね。かなり細かくて組むのが大変なパーツではあるんですが、結構よくできてますよね。ただ表面にしか印刷されていないので、裏面がどうしても金属の肌が出てしまうっていうのがちょっと残念ですかね。こちらが胴体のパーツになります。この上にこれが乗ってくるような感じになるんですが、メタルアースってあんまり大きさがないんですけど、これの大きい部品っていうのは結構曲げにくいんで、少しR をつけていかなきゃいけなくて、こういった塗装の瓶とかですねを使いながら少しずつ曲げていくという形で、作っていきます。それでは円盤部分の上面の部品を取り付けていきます。まずは先ほど組んだこちらの排気口の部分ですね、これを取り付けます。結構タブが穴にうまく入らないパターンっていうのがあって、少しずつ調整しながらやっていかなきゃいけないっていうところが結構出てきます。プラモデルって上下の合いが合わないなんてことはないんですけど、メタルアースの場合は多々あるんですよね。タブ自体は金属製なんで、間違ったとしてもやり直すことができるんですが、あまり何度もやっているとタブが折れてしまうことになるので、そこら辺はなるべくなら1回で止めるような形にしていきたいところですね。これで円盤型の、排気口のところですねの固定が終わりました。続いてこちらの方ですね、機銃の方があるのが分かりますかね。これを取り付けます。こんな感じですね。あとは両サイドの出っ張りですね。この部分を掴んでひねると、こうすることによってパーツがこの台座の方に固定されるという感じですね。反対側もつけます。ちなみにこの2つのパーツは形状的に似てるんですが、
上についてるパーツが違ってますので、左右を間違えることはそうそうないと思います。あとはこちらのレーダーの方ですね。これで円盤部分の部品の取り付けが途中まで終わりました。引き続きですね、また付けていきたいと思います。それではこちら円盤型の本体にですね、この先っちょの方ですね、これを取り付けていきたいと思います。タブを曲げるときはこういったヘラですね、こういったものを使うと少し楽になります。あとはなるべく隙間が、こういったところに隙間が開かないようにですね、こう押さえつけながら曲げていくといった感じですかね。こんな感じで先っぽがつくようなイメージですね。それでは反対側もつけます。こういう時ちょっとこのアンテナが邪魔になるんで、アンテナは後からつけてもいいかもしれませんね。こう取り付ける時に力を入れると余計な部品が曲がったりするんですよね。そこら辺がなかなか難しいところなんですが、あと結構穴がいっぱい開いてるんで、差し込む穴を間違えると、やり直しになっちゃうんで、そこら辺は慎重にいきたいところですね。これで先の方がつきましたんで、次はですね、これを刺していきます。こんな感じでサイド部分のパーツですね、この部分を反対側もつけていきます。このタブを曲げる方向っていうのも必ずしもマニュアル通りがいいかっていうと、そういうわけでもないんですね。こう部品同士がなるべく当たらない方向に曲げていかないと、こう隙間が空いちゃうんですね。こんな感じですかね。次はこのコックピット部分を作っていきます。ちゃんとコックピット内のこの椅子が4つあるのが分かりますかね。なかなかに凝ってますよね。ここら辺がメタルアースの妙に凝ってるところなんですよね。メタルアースって金属の板を使ってるんで、透明な表現っていうのはできないんですよ。だからこういったコックピット周りの、キャノピーなんかは抜きで表現してるわけですね。これだけ細かく抜いてあれば、かなりよくできてる方じゃないですかね。上面の方の部品の取り付けが終わりました。こちらのコックピットの方ですね、ちゃんと窓の中から操縦席が見えたりはするんですが、こちらの取り付けと、あとこちらの前の部分ですね、こちらの方の取り付けが終わりました。これでほぼ上面の方の組み立てが終わって、あとは裏面の方の組み立てという形になります。この状態では結構本体が歪んでたりはするんですが、この下の面をつけることによってですね、ある程度形整えてくると思いますので、引き続き下の方ですね、つけていきたいと思います。こちら本体の下側を部分的に組んでみたんですが、この部分ですね、本来基準があるところがですね、ぺったんこなんですね。部品数限りがあるのはわかるんですけど、ちょっと省略されてしまっているのがすごく残念ですね。わざわざコックピットまで再現しておきながら、これが再現できてないっていうのは、残念だな。今回それなりの大きさのあるキットなんで、ある程度部品数限られてくるというのはわかるんですが、かなり残念な部分ではありますね。ミレニアム・ファルコン号の下側の組み立てが終わりましたんで、いよいよ合体していくんですが、こちらのくちばしの中に入ってくる部品なんですが、こちらの部品左右対称じゃないんですね。丸が2つ中央に見えるのはライトです。この向きで言えば上の方に寄ってるんですが、いろいろ動画で調べたんですが、バンダイのパーフェクトグレードに図面が載っていて、それによるとこのライトは上向きで、
このちっちゃい丸が6つ見えると思うんですが、この6つの丸が正面から見て左側、これがバンダイのパーフェクトグレード版の向きですね。デアゴスティーニ版のミレニアム・ファルコンのキットってのがあるんですが、それによるとライトは下向きで、この丸ポッチ6つがですね、右側なんですね。じゃあ果たしてどっちが正解なのかっていうところが難しいところなんですが、バンダイのパーフェクトグレード版のミレニアム・ファルコンは、映画1作目の方ですね、新たなる希望の方のミレニアム・ファルコンを、正確に再現しています。で、デアゴスティーニ版は帝国の逆襲版のミレニアム・ファルコンを再現しています。したがってバンダイを信じるならライトは上向き、デアゴスティーニ版を信用するならライトは下側、どちらか好きな形でいいとは思うんですが、こだわる人はなんとなくバンダイの方が正確のような気がしています。帝国の逆襲の時に新たに作った撮影用のモデルですね、それが逆さまになってる可能性もありますんで、そこら辺は何とも言えないんですが、バンダイは映画で使ったモデルをかなり詳細に調べてるようなので、少なくとも1作目の映画のファルコンは、こっちのライトが上向きの、位置だったんでしょうね。ということで今回はバンダイ版の向きで作っていきたいと思います。マニュアルにはっきり書いといてくれるのが一番いいんですけど、どうもそういうところがいけませんな。ではいよいよ上下の部品を合体していこうと思うのですが、ピンの数がむちゃくちゃ多いんで、組むのが結構大変なんですけどね。厄介と。だいたいピンの方は通ったみたいなんで締めていきますね。ざっと本体の上下の方ですね、合体の方が終わりました。あとはこの横っちょの方ですね、こちらを刺していきます。なんとかメタラースのミレニアムファルコンですね、組み立ての方が終わりました。大きさ的にも手頃だし、出来もそこそこいいんで、ミレニアムファルコンのアイテムの一つとして持っとくのも悪くないかなっていう気がします。最後にですね、少し、墨入れの方ですね、こちらをやると結構引き立つと思うんで、墨入れの方をしていきたいと思います。ミレニアムファルコンの方、ウェザリングをしてみました。基本的にはこちらのウェザリングカラーの方で、仕上げています。こちらメタラース版の特徴として、機体の厚さが少し厚いっていうのがあると思うんですよ。結構バンダイさんのプラモデルとかだと、かなり厚さが薄かったりするんですが、少し薄すぎるような気もするので、このぐらいの厚みがいいよっていう方もいると思いますので、そこら辺は好みだと思います。ミレニアムファルコンのキットって、結構バンダイをはじめいろんなところから出ていて、いろいろと集めてる方も多いと思いますが、コレクションの一つとして、こちらの方を作ってみるのもいいかもしれません。今回のキットの大きさはだいたい15センチぐらいなんですが、以前ご紹介したバンダイのビークルコレクションのファルコンですね。ビークルコレクションと比べると、二回り以上大きいかなという感じですね。本体の厚さがもうかなり違うっていうのがわかると思います。そこら辺がこのメタラース版の特徴というところですかね。またこちらのキットにはこういった台座がついてます。
ただし毎回思うことなんですが、正直あんまりうまく乗らないんですよね。これがどこら辺にくっつくかっつったらこの真ん中のあたりなんでしょうけど、安定感があんまり良くないんですよね。ディスプレイという意味ではメタルアースって金属製なんで、こういったマグネット系のディスプレイスタンドですね、こういったものをくっつけることもできるので、こんな形でですねディスプレイをしていくことが可能になってます。ここら辺はメタルアースの面白いところですよね。今回のミレニアム・ファルコンに関してはこういったサイドのディティールがですねどうしても薄くなってしまうというところがあるんですが、全体の形状としての再現度はそれほど悪くないと思いますので、今回興味をお持ちの方はぜひ手に入れてですね作ってみてください。では今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いいたしましょう。